学ぶことの重要性を感じますか？学問は気力であるという名言を残したのは福沢諭吉です。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は福沢諭吉の言霊を紹介していきます。学問は気力であるという名言は、学問には意欲が必要だという意味です。福沢諭吉は日本の近代化を推し進める中でこの言葉を発しました。彼の言葉は私たちに学ぶことの重要性を教えてくれます。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず福沢諭吉のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。福沢諭吉さんについては千円札の人ってくらいしかわからないので、詳しく学べたらいいなって思っています。早速、生い立ちや幼少期の教育、家庭環境について教えてほしいです。こんにちは、ハミルさん。福沢諭吉さんについて詳しく学びたいということで、まずは生い立ちと幼少期の教育、家庭環境についてお話ししよう。福沢諭吉は1835年1月10日に大阪の中津藩倉屋敷で生まれた。彼の家族は中津藩の下級武士で、裕福な生活を送ることはできなかった。幼少期から家族の苦労を目の当たりにして育ったんだ。福沢諭吉の家庭は非常に学問を重視していた。父親は漢学者で、幼少期の福沢に厳格な教育を施したよ。福沢は幼い頃から読み書きや算術に励み、学ぶことの大切さを教えられた。父親の教えにより、諭吉は若い頃から学問への強い意欲を持つようになり、これが後の彼の生涯に大きな影響を与えたんだ。常に学びと共に育ったんですね。その後はどんな歩みを進めるんでしょうか？そうですね。福沢諭吉は幼少期から学問に親しみ、それが彼の人生の土台となったよ。その後、どのような歩みを進めたのか、青年期の留学経験と慶應義塾の創設についてお話ししよう。福沢諭吉は19歳の時に江戸に出て蘭学を学び始めた。蘭学とは、江戸時代にオランダを通じて日本に伝わった西洋の学問や理術を学ぶことを指すんだ。彼の学問への意欲は衰えることなく、さらに広い世界を求めるようになる。1859年には長崎に行き、オランダ語を学んだ。その後、幕府の県外使節団に選ばれ、アメリカやヨーロッパに渡航する。この留学経験は彼にとって非常に重要だった。西洋の進んだ科学技術や社会制度を目の当たりにし、日本の近代化には西洋の知識と技術が不可欠であると確信した。これにより、彼の思想はさらに大きな転換を迎える。帰国後、福沢諭吉は1868年に慶應義塾を創設した。これは現在の慶應義塾大学の前身だ。慶應義塾は当初は私塾としてスタートしたが、西洋の学問を広く学べる場として急速に成長する。彼はこの学校で多くの若者に西洋の学問や理術を教え、日本の近代化を進めるための人材育成に努めた。福沢諭吉の教育理念は独立自尊と実学重視であり、学生たちには自ら考え、自立した人間になるように教えた。これが後に日本の近代化に大きな影響を与えるんだ。これまで何人か偉人の紹介をしてきましたけど、必ず未来へのビジョンを見据えているっていう気がします。もう少し詳しい活動を紹介していただけたら嬉しいです。確かに、偉人たちは未来へのビジョンを持って行動しているね。福沢諭吉もその一人で、彼の活動や思想は現代にまで影響を与えているよ。それでは、明治時代の活動と影響力、そして著書と思想について詳しく見ていこう。福沢諭吉は、明治時代に入るとさらに活発に活動を展開した。彼の活動は次のようなものが挙げられるよ。教育の推進。福沢は慶應義塾の運営に加えて、全国に私塾を広め、日本全国で教育の普及に努めた。教育こそが国を強くすると信じ、そのために尽力したんだ。政治活動。教育者であると同時に、政治的な活動も行った。脱亜入王を提唱し、日本がアジアから脱却し、西洋の先進的な文明に学ぶべきだと主張した。これにより、日本の近代化と国際化を強く後押ししたことになる。出版活動。多くの著書や雑誌を出版し、広く知識を普及させた。彼の執筆活動は、一般市民に向けた啓蒙活動としても大きな意味を持っていたよ。福沢諭吉の著書と思想は、彼の教育理念と政治的な視点を強く反映している。主要な著書とその思想を紹介するね。学問のすすめ。福沢の代表作であり、
日本の近代教育のバイブルとも言われているよ。この書籍は学問は人間の権利であり、国を強くする基盤であると説いている。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという有名な一節で、全ての人が平等に教育を受ける権利を持つことを主張した。文明論の概略。この書籍では、日本が西洋の文明を取り入れるべき理由を詳細に論じているよ。文明の発展が国家の発展に直結することを強調し、教育と技術の導入を訴えた。西洋事情。福沢の留学経験をもとに書かれたこの書籍は、西洋の社会制度や理術を紹介している。彼は日本がこれらを学ぶことで、近代国家として成長することができると信じていたんだ。福沢諭吉の思想は独立自尊と実学重視。彼は、個々人が自立し、自ら考え、行動することが重要だと説いていた。また、実際に役立つ学問、すなわち実学を重視し、理論だけでなく実践を伴う教育を推奨したんだよ。教育こそが国を強くする。すごい力強い思いですね。この信念に言葉の意味が隠されている気がします。次は、言霊の背景について、いろいろと教えてもらいたいです。福沢諭吉が言った、学問は気力であるという言葉には、深い意味が込められている。この言葉は、単に学問に取り組むことの重要性を説くだけではなく、学問に対する姿勢や心構えを強調しているんだ。福沢諭吉は、学問をただの知識の蓄積と捉えていなかった。彼にとって学問とは、主体的に学び続ける意欲と決意が不可欠なものだ。知識を得るためには、強い気力、つまり意欲と根気が必要だと考えたんだ。この言葉は、学問が自己成長や自己啓発に直結することを示している。福沢は、学問を通じて人間が自分自身を高め、社会に貢献できる人材になることを目指していた。そのためには、学び続ける気力が不可欠だと考えたんだ。学問の道は決して平坦ではない。福沢諭吉は、自らの経験を通じて、学問に取り組む過程で数々の困難や試練に直面することを知っていた。彼は、そのような困難を乗り越えるためには、強い気力、すなわち困難に立ち向かう意欲と忍耐力が必要だと説いているんだ。そして、学問が社会の変革を促す力を持っていると信じていた。彼の言う気力とは、ただ学ぶことに対する意欲だけでなく、学問を通じて社会を良くしていこうという強い意志も含まれている。学問に対する気力があれば、個人だけでなく社会全体をも変えることができると考えたんだ。このように、学問は気力であるという言葉は、学問に対する意欲と決意が個人の成長や社会の進歩にとっていかに重要かを示している。福沢諭吉のこの言霊は、現代においても学ぶことの意義とその先にある可能性を強く訴えかけているんだ。確固たる信念があっての言葉なんですね。この言葉を発するに至った背景にも着目してみたいです。では、福沢諭吉が学問は気力であるという言葉を発するに至った背景について詳しく見ていこう。福沢諭吉がこの言葉を発した背景には、明治時代の日本の社会状況が大きく関係しているんだ。江戸時代末期から明治時代初期にかけて、日本は大きな変革期を迎えていた。幕末の混乱から明治維新に至り、西洋の文化や技術を取り入れて近代国家を目指す動きが加速していた。こうした時代背景の中で、福沢は日本の発展に必要なものは何かを深く考え、その答えを学問に見出したんだ。福沢諭吉の教育理念は、独立自尊と実学重視だ。彼は個人が自立し、自尊心を持ち、実際に役立つ学問を学ぶことを重視した。彼にとって学問とは、単なる知識の習得ではなく、社会で実際に役立つスキルや考え方を身につけることだった。この教育理念が、彼の言葉に強い意志を与えたんだ。福沢諭吉の留学経験も、この言葉の背景に大きく影響している。彼はアメリカやヨーロッパを訪れ、先進的な教育制度や理術を目の当たりにした。特に西洋の人々が強い意欲と決意を持って学問に取り組む姿勢に感銘を受けた。この経験を通じて、彼は日本の近代化には西洋の学問と同様の意欲と気力が必要であると確信したんだ。福沢諭吉がこの言葉を発した背景には、日本の近代化と教育改革がある。彼は慶應義塾を創設し、日本全国に私塾を広めることで、広く教育を普及させた。彼は教育を通じて日本を強くし、国際社会での地位を向上させることを目指した。学問を通じて国を強くするためには、国民一人一人の意欲と気力が不可欠だと考えたんだ。このように、学問は気力であるという言葉の背景には、福沢諭吉の確固たる信念と、それを支える多くの経験や思想が詰まっている。彼の言葉は、今もなお多くの人々に学ぶことの重要性を伝え続けているんだ。福沢諭吉が学問は気力であるという言葉を言った背景がよくわかりました。特に、日本の近代化と教育改革を進めるために、
福沢さんがどれだけ強い意志を持っていたかが伝わってきました。私たちも学ぶことの大切さをもっと考えないといけないなと思いました。私たちは未来でどんな風にこの教えを生かしていけるのかをディスカッションしたいです。ハミルさんにとって大切なことを感じ取ってくれたことを嬉しく思うよ。それでは未来に生かせることについて次のセクションで話していこう。ディスカッションの内容を考えてみたよ。多岐にわたって生かせる項目があるから一番話したいことを選んでね。自己成長と自己啓発、学習意欲の向上、社会貢献とリーダーシップ、国際視野の拡大、現代教育の改善、継続的な学びとスキルアップ、独立自尊の精神を育む。どれか活かせそうなことはあるかな。一番学びたいなって思ったのは独立自尊の精神です。独立すること、自分を尊ぶことを両立してできるような人になりたいです。素晴らしい選択だね。福沢諭吉の独立自尊の精神は現代においても非常に重要だよ。それでは独立自尊の精神を現代の私たちがどのように生かすことができるかについて詳しく話していくね。福沢諭吉の言う独立自尊とは、まず自立することから始まるんだ。自立する力を身につけるためには以下のような取り組みが大切です。経済的自立、自分で稼ぎ自分で生活を支える力を持つこと。精神的自立、他人の意見に左右されず自分の価値観や判断基準を持つこと。学問的自立、自ら学び続ける意欲を持ち自分で情報を収集し考える力を養うこと。自分を尊ぶこと、独立すると同時に自分を尊ぶことも大切。自分を尊重するためには次の点を意識しないといけない。自己肯定感の向上、自分の価値を認め自分自身に対してポジティブな評価を持つこと。健康管理、心身ともに健康でいることが自分を尊ぶための基本です。適切な食事、運動、休息を心がけましょう。自己成長の追求、常に自分を高める努力を怠らず新しいことに挑戦し続けること。社会に貢献する、独立自尊の精神は社会貢献とも深く結びついているよ。自立した個人が集まることで社会全体が強くなる。独立自尊の精神を育むためには継続的な学びと成長が欠かせないんだ。次の方法で学び続けることが大切だと思うよ。生涯学習、学校を卒業した後も自己啓発や専門知識の習得に努めること。ネットワーキング、異なる分野の人々と交流し新しい視点や知識を得ること。フィードバックの活用、自分の行動や考え方に対するフィードバックを受け入れ改善すること。このように福沢諭吉の独立自尊の精神は現代においても私たちが自己成長し社会に貢献するための重要な指針となり得る。自立し自分を尊び学び続けることで私たちは強く豊かな人生を送ることができるんだ。すごく大人びた内容で自分にもできたらかっこいいなと思いました。友達にもシェアして深めていけたらいいなって思いました。他にも私たちが活かせそうなこととして自己成長と自己啓発、学習意欲の向上、社会貢献とリーダーシップ、国際視野の拡大、現代教育の改善、継続的な学びとスキルアップが挙げられました。皆さんもぜひコメント欄で福沢諭吉の言霊について語り合いましょう。今日はいろいろ教えてくれてありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございます。ここでもう一度あなたに問いかけます。学ぶことの重要性を感じますか？今回は福沢諭吉の名言「学問は気力である」を紹介し、その背景や現代に生かせることについてお話ししました。福沢諭吉の言葉には私たちに学び続ける意欲と自立する力の大切さを教えてくれる力強いメッセージが込められていました。学び続ける意欲と自分自身を尊重する心を持つことで私たちは個人としても社会としても成長していけるのだと思います。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も
あなたの心に響け。